But the northern friends this whole time. Summertime skipping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand. But there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling if you feel it, baby I don't wanna hide. こんにちは。こんにちは。今回ははい。熊本県の黒川温泉にやってまいりました。楽しみやった黒川温泉。僕は一回来たことあるんですけど、友達とすごいいい温泉。有名、全国的にも有名な温泉やな。聞いたことはあったな。熊本に来たらな、だから黒川温泉は、行きたいと思っててやってこれました。はい。で今回は宿泊せずに、なんか日帰りの入浴チケット、入浴手形か、があるみたいなので、それでちょっと湯巡りをしようかなと思ってます。なんか3つ回れるらしいねんな。ちょっとお得になる手形で。しかもなんか有効期限も半年ぐらいあるから、1日でこう回らんくてもいいみたいいいらしくて、とりあえずそれを買ってこう温泉街を散策したいと思います。はい。とりあえず、この風の屋、観光案内所みたいなところかな。そうやな、温泉の多分組合があるとこかな。ここで手形が買えるみたいなんで、書いてあると思います。これや。でっか。これ。かわいい。これのなんかちっちゃいやつがあねんな。ある。大人1300円、子供700円で買ってた。あ、これや。本日の入浴情報書いてる。めっちゃある。あ、でもバツのとこもあるわ。3時までのとことかもあるわ。あ、そうやな。25箇所やって、でもすごいな。25箇所から3箇所選んで入れるって感じか。うわ、迷うな。かわいい。紐ぶら下げてこれ終わった後なんかお土産で普通にそのままもらえんねんな。あ、シールや。このシールを旅館とかで剥がしてもらうって感じやな。でご期限半年やから、今日の日付と。かわいい。ちょっとどこに入るか決めないといっぱいあるから。まず相談しよう、決めよう。パンをくれてもらいました。すごいで。それぞれなんかな特徴があるらしい。ちょっと多すぎてこの中から3つ。一応このお肌に合わせた湯巡り法とか書いてくれてる。肌が敏感な方、肌が強い方。すごい、これそれぞれの温泉の特徴も書いてある。いいな、わかりやすい。決まりました。はい。まずは分かりにくいけど山水木というお風呂に行きます。これですね。なんか川沿いにあるらしいな。ちょっと温泉街の中心部からは離れるんやけど、静かそうなところにある感じ。ここに行ってみたいと思います。全体像がこんな感じなんですけど、今ここやな、ふれあい広場っていう駐車場にいて、多分この辺がそうやな、温泉街の中心部で、ちょっと離れたところに山水木があって、ここに向かいたいと思います。はい。すごい場所にありそう。川流れてる。ちょっと見出せみたいな。森やな、深い。森やな。すごい。絶対いいやん。もうわかるぞ。はい、山水木着きました。ちゃんとこの露天風呂巡り用の駐車場も完備されてて、なんかバスとかでも来れるみたい。湯巡りバス。なんか無料のシャトルバスみたいなのが回ってるみたい。ここは10時から3時まで。3時まで。結構旅館によってバラバラやったな。夜まで入れるとこもあったり。遅いとこはな、9時まで入れたりするから。9時とかやから夜でも全然いいよな。めっちゃ山の中やったな。山深い。すごい。巡り手形。ちゃんとぶら下げて。巡り手形とタオルだけ持って歩いています。おお。すごい。
昔の建物かな。すごいかやぶき屋根。受付しました、はい、シール1枚なくなったでスタンプを押してもらったな山水着のスタンプで、ここにロッカーが入り口にあるからここに荷物預けて奥にお風呂がありますので行ってきます。行きます。山水着行ってきました、はい、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。もうでっかい露天風呂がある感じ。もう20人ぐらい入れる感じやな。30人ぐらい入れるかも。25メータープールぐらいあった。あったあった。それぐらいなんで多分敷地面積で言ったら。めっちゃ広い露天風呂で、横にこう、川が流れてた。そう。川のせせらぎが聞こえて、森の中って感じ。うん。めっちゃ良かったな。まあ今しかもちょうど新緑の季節でな、うん、こう緑が目に入ってきて、開放的で、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。女性の方は、なんか一応内湯もあって、なんか洗い場もあって、なんかしかも建物もめっちゃおしゃれで。でも、私はここに1300円払えるって思った。もう、わかる。そのレこのベルで1300円、ここで元取れたって感じ。ぐらい良かった。でも500円でな。あ、そうそうそう。なんかこう、手形使わんくても、500円で普通に日帰り入浴もできるっぽい。めちゃくちゃ良かったんやけど。めっちゃ良かった。まあ、男の方はなんか宇宙はなかったんな。もう一個露天風呂があって、まあ、もしかしたらその宿泊旅館やからさ、宿泊者の人はあるんやと思うけど、女の人はこう入り口が分かれてて、なんかその宿泊者の人もあるし、日帰りの人用もあったわ。でめっちゃ良かったほんまに。めっちゃ良かった。源泉が多分めっちゃ熱くて、90度って書いてたで。なんか90度ぐらい。女性用の方は多分滝みたいな、滝じゃないけどこうバーって出てきてて。熱い、やけどするから触らないでくださいって書いてた、源泉には。そういうのはなかったな。結構暑かっただから。こういうの方はそんな暑くはなかった。40度ぐらいちゃう。40から41度ぐらい。なんか、女性はその場所によってその源泉が出てるとこはもうめちゃくちゃ暑くて、離れたらまあまあ適温ぐらいやったわ。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。ここ多分旅館としてもめっちゃ良さそうじゃない？そう、山奥やしな、静かやろうし、泊まりたいなと思った、普通に。思った。すごい。一発目からよかったな。めちゃくちゃ良かったです。ということで、はい、次はもうさっきの温泉街の中心部の方に向かいたいと思います。はい。中心部まで戻ってきました。はい、この坂降りたとこかな。なんか覚えてるわこの辺は。すごい坂。この下の方にある旅館に泊まったわ多分。囲碁坂っていうとこを下ってます。はい。すごい坂の風情あるわ。でもここに神社かな、奉納できるんや。この札を巡り入刀手形奉納してる皆さん。奉納してはる。大きさあんなバラバラなんやっていうか。ほんまや。そうなんや。下に降りてきました。友達と泊まったのここや。ふもと旅館。ちょうど真ん中ぐらいにある。温泉の真ん中に。ここになんかお菓子屋さんかな。パティスリー。いい匂い。ようこそ黒川温泉。すごいね。世界にある10種類の泉質のうち7種がありませんね。その一回来たことあるけど、こんな泉質とかその時全然興味なかったからこんないっぱいあるんや。全然なんか旅館のお風呂によって違うんやな。なんか結構さ、温泉街やったらもう似てたりするけど、そうやね。こんな違うのすごい面白い。面白い。ここが新名館というお宿です。すごいな。すごい。人を守る会。人を守る会。ここもな、湯巡りできるから、後で来よう。後で入ろうと思います。洞窟風呂があるんだな。なんかここに書いてるわ。穴風呂、岩戸風呂、洞窟風呂。6時までやから。後で行ける。はい。こんなに温泉街は、なんやろな、黒川温泉自体広いけど、温泉街っていう温泉街ではなくて、まあちょくちょくさっきの坂の途中の店とか、そういうのお店があるって感じ。うわーって感じじゃなくて落ち着いた温泉街の感じだな。そう。
かそこにお風呂ある。あ、穴湯って書いてる。穴湯男湯。あれなんだよ。川公衆浴場川沿いにあるよ。なんなんやろ見に行ってみる。な。公衆浴場みたいな感じかな。うん。ここに入り口に200円入れるとこあるわ。 200円とかすごい場所は面白い場所にある。川沿いの。ゲットゲットシュークリームとコールドブリューコーヒー。ここでちょっと小休憩。ティータイム。暑かったもんな。暑かった。うわ、好き。パティスリーロックさん。なんか、うん阿蘇ジャージー牛前来た時もこの旅館の目の前やったから食べた。なんか食べたかもしれない。プリンとか。うんうん。おすごいサクサクじゃん。なんかほく。サクふわ。うん。美味しい。前友達と来た時は普通に土日とかうんうん休みの日やったからかな、もうちょっと人多かった。平日は全然おらん。吹いてるな。さっきの露天風呂も最初入った時はうんうんおじさん2人おったけど、途中で貸し切りになったわ。おらんくなって女性の方も誰もおらんかった。なあ、もうでーって感じやった開放的やっ30人ぐらい入れそうなお風呂やのになな。一人で。最高やった。めっちゃいいな。た。黒川温泉。ケンジがなんかもうずっといい言ってた意味がやっと分かった。ええやろ。めっちゃいい。大人の温泉うん。街って感じ。温泉宿とか。めっちゃ落ち着いた感じやな。食べ終わりましたのでお風呂に入ります。新名館。新名館。洞窟風呂のとこやな。うん、山の宿新名館です。ここはでもすごいよ。建物自体がなんか風情ある。洞窟風呂はあっち？こっちって書いてんな。まあ受付は中やけど、なんか洞窟風呂はここの方が掘られたらしい。ご主人が。主人が手で掘ったとパンフレットに書いてた。すごい。受付しました。はい。新名館。できます。こっち側川沿いを歩いていって奥に洞窟風呂と男性だけなんか岩戸風呂っていう半露天半露天風呂やって、があるおお、こっから男性が多分この奥やな。女性はこちらです。では、あ、ここ休憩所なんかいろりあるやん。な。ほんまや、ここ待ち合わせ。はい、ここにロッカーあるからロッカーでじゃあ新名館行ってきました。はい。どうやった？めっちゃ面白かった。たまにさ、スーパー銭湯とかで洞窟風呂とか書いてるのあるやん。うん、そんなんとはもうわけが違っちた。ゃうかったな。本物の洞窟やっガチのちょっと薄暗い洞窟。た。なんか入った時、ここってなったもん。女の人は洞窟風呂だけやねんな。うん。男の人は洞窟風呂と岩戸風呂っていうなんか半露天があって、多分洞窟風呂は一緒かな、ほぼ。アトラクションって感じやった。そうそうそう。でも手で掘ったとは思われへんぐらいの感じやってる、のほんまかなあれ。でも確かになんかちょっと炭鉱みたいなさ、あ、そうそうそう。そんな感じよな。こんな感じ。鍾乳洞みたいな。まあだから景色を楽しむとかではなく、その洞窟の雰囲気を味わうって感じ。もう一個の岩戸風呂はまあなんか半分洞窟みたいな感じ。でまあ川沿いに面してるけど、まあ、丸見えやからさ、一応こうついたてみたいなのあって、でも角度によっては外から見えるかも。立ったら見えるかも。なんかまあ開放的っていう感じではなかったかな。まあその人の目があるから。なんか雰囲気を楽しむって感じやな。そう。めっちゃ個性あって面白かった。個性的ななんかお風呂でした。さっき入ってた岩戸風呂っていうのがついたてがあるとこやから隙間から見えるそうやね、見える。次は憩い旅館。はい、憩い旅館に向かいます。さっき道歩いてたらファミリーがいました。私たちの仲間がこんなところに。なんか塀に置かれてる。よう見つけたな。
こういう旅館をさっき飲みに行った穴湯の右側。あー涼しい風が。風が気持ちいいな。こちらです。憩い旅館さん。ここはなんか黒川温泉唯一の日本名湯百選の露天風呂らしい。すごい。滝につかまり湯に浸かる立ち湯。なんか立って入る温泉があるって書いてたな。ななんか他にも河野湯っていうとこも立ち湯あるって書いてたけど。なそっちか迷ったけど、こっちにしてみました。滝を眺めて露天風呂。滝の湯っていうのと美人湯っていうのもある。ほんまや、露天風呂美人の湯。なんかいろいろある入り口前に。休憩所これ。足湯も無料や。こっちです。おお。旅館って感じ。なあ受付しました。男の人が滝の湯と箱湯。私あれ立ち湯は女の人しかないんかな。うまいな。立ち湯はと美人湯も女の人。1階2階で分かれてます。それではできます。行ってまいります。広いなんかいっぱいある。ここで分かれてるわ。あ、ここはなんか宿泊の人だけなの。あれ、あ、稲城風呂。あ、こっちちゃう？まあ男の人こっちで、女性は上。これ上ですね。はい。ではさようなら。さようなら。はい。はい。憩い旅館行ってきて車に帰ってきました。はい。気持ちよかった。うん、めっちゃ良かった。うん。泉質は一番好きやったからもう。一番良かったと思う。なあ。やっぱそれぞれちょっとずつちゃうな。うんうん。さすが日本名湯人100選に選ばれただけある。すごい。男女でちゃうかったな、お風呂。うん、なんか種類がちゃうかってんな。立って入るのはもうこっちはなかったです。うん。女性の方は、なんか立って入るお風呂はなんかこう、柱にロープでこう竹が2本こう、吊るしてあって、奥の方がちょっと深くなってる。私の身長でもこの辺。130センチぐらいって書いてなかった。うん。なんか肩に浸かるぐらい。130ぐらいかな。やって、その竹に捕まりながら入るみたいな。なんかこう、ゆらゆら、ブランコみたいな感じで入って、気持ちよかった。うん、気持ちよさそう。面白かった。総じてよかった。うん、黒川温泉めっちゃいいわ。うん。知らんかった。ケンジが言ってた意味が分かった。そういうことです。その時はしかも泊まったからな。泊まるともっといいかも。うん。だから旅館を抑えつつ、こう他の温泉もな、冬巡りとか入るのが一番いいかもな。しかもこの手形もさ、1日で入らんでいいから。そうやね。半年間行けるからな。1泊2日とかできても、前日入って、次の日また入ってとかもできるし。しかもお土産でな、こう、反抗してもらったやつが、お土産で持って帰れるんで。コンプした。で、これ見たらどこ行ったかまたわかるしな。ええやん。めっちゃいい記念になりました。本物の木やから、ちょっといい匂いするね。木の匂いする。なんかこれでさ、いろいろ巡って、また泊まりたい宿とか見つけるのも良さそう。最初に入った山水木、あそこは泊まってみたい。うん、泊まってみたいと思ったな。3つ入った中で一番好きやったな。やっぱ外のな、開放的な露天風呂やったから。雰囲気が一番良かったな。洞窟風呂も面白かったし、結構いい3つをチョイスできたような気がする。全然違う3つやった。もうまだあと20何個あるからな。なあ。すごい。あと何回行こうな感じやるから。コンプすんのめっちゃ大変。楽しかった。来てよかった。よかった。日帰りでも全然楽しめた。楽しかった。またいつかゆっくり泊まりに行きたいな。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。